僕がずっと前から思ってることを話そうか。友達に戻れたらこれ以上はもう望まないさ。君がそれでいいなら僕だってそれで構わないさ。嘘つきの僕が吐いた反対言葉の愛の歌。今日はこっちの地方は土砂降りの晴天でした。昨日もずっと暇で一日満喫してました。別に君のことなんで考えてなんかいないさ。いやでもちょっと本当は考えてたかも。なんでメリーゴーランドみたいに回る僕の頭の中をぐるぐるさ。この両手からこぼれそうなほど君にもらった愛はどこに捨てよう。限りのある消耗品なんで僕はいらないよ。僕がずっと前から思ってることを話そうか。姿は見えないのに言葉だけ見えちゃってるんだ。僕が知らないことがあるだけで気が狂いそうだ。ぶら下がった感情が綺麗なのか汚いのか僕にはまだわからず。捨てるあてもないんだ。言葉の裏の裏が見えるまで待つからさ。待つぐらいならいいじゃないか。進む君と止まって僕の縮まらない好きを何で埋めよう。まだ素直に言葉にできない僕は天性の弱虫さ。この両手からこぼれそうだほど君に渡す愛を誰に譲ろう。そんなどこにも当てがあるわけない。这盒眼影盘呢，我已经用了一段时间了，现在来跟大家聊聊我对这盒眼影盘的感受。首先来谈一下这款眼影盘的包装，它是这种硬塑料，它外边的这边呢是透明的塑料，这样呢能看到每一颗眼影的颜色。然后打开以后呢，最上边还是有一个小镜子，这种呢在你外出的时候还是挺方便的，反正总比没有强吧，聊胜于无。再来说一下这盒眼影盘的颜色，我买的是2号色，这里边只有3颗雾面色，其他呢都是带亮片或者是带珠光的，其中这个最深的颜色也是带一点点亮片的。这颗大的珠光色用刷子上呢是不太显色的，最好用手指头上，手指上然后点在眼中还是挺漂亮的。它的颜色是那种很韩系的颜色，就是橘橘棕棕的颜色，我觉得它的颜色差异度也是有的，可以搭配出几种不一样的眼妆。
这盒粉质我觉得也很不错，晕染力也很强。它唯一的缺点就是这种亮片或者珠光色，它的亮片蛮容易掉的，尤其是在你画卧蚕的时候一定要小心，它蛮容易进到眼睛里的。我建议大家画完这个眼影最好是用洗眼液洗洗眼睛，要不然的话我觉得眼睛可能会有不适感。以上呢就是我对这款眼影盘的评价了，我觉得还是挺好用的。如果你们很喜欢韩系的眼影的话，可以尝试一下。它的这个包装也很好看，然后使用起来效果也不错。僕がずっと前から思ってることを話そうか、姿は見えないのに言葉だけ